BCNR33 スカイライン GTR ですね。一番注目なポイントはエンジンフルオーバーホール済みです。このフロントアンダースポイラーですね。これ結構注目なポイントです。もうお問い合わせ3件もらってるからね、大人気車でございます。よし君、こんにちは。こんにちは。本日は10月16日、時間は12時39分、気温は25度、曇ってるから過ごしやすいですね。はい。はい。3連休がありましたね。よし君、何やってたんですか？仕事してました。嘘つくね。もうずっと仕事してた。ずっと仕事してた。俺も仕事して。買い取りで3連休の土日は買い取りで出てて、はい、で月曜日だけちょっと休みをもらって、はい、海行ってたんですけど、3日間でトータル2000キロ走りましたから。2000キロ。秋田県まで買い取り行ってきましたから。土曜日だから秋田県買い取り行って2台売っていただいて、その後福島県行って1台売っていただいて、はい、でその後福島県にショップに GTR 出してるので、僕の乗ってるやつね、はい、でそれ見に一応現状を聞いて、はい、で帰ってきて、で翌日は都内行って、それは普通のアルファードの買い取りだったんですよね、はい、買い取りしてみたいな、そんな感じで3連休やってましたが、はい、その3連休の最後の月曜日にですね、はい、この間動画をアップさせていただいた動画がありまして、はい、RB26 特集ということで、はい、5台の GTR を並べてね、はい、でエンジンの紹介させていただきましたと、はい、で今回紹介させていただくこちらの GTR ですね、はい、33GTR、はい、これは、その中の1台で、まだ動画にも上げてないし、ホームページにも上がってないしっていう、車になりますと、その状態にもかかわらず、はい、月曜日動画アップしたじゃん、はい、で今日が水曜日でしょ、はい、もうお問い合わせ3件もらってるからね。その動画であの時まだ俺何も説明してないじゃん。商品車紹介ではなかったですよね。ない、はい、エンジンこんな感じですよ、でこの車って目黒メンテナンスさんの方でオーバーホールされてたんですよぐらいしか言ってないんですけれども、はい、まあすでに3件お問い合わせをいただいているという、大人気車でございますと。果たして売れてしまうのでしょうか、それとも問い合わせだけで終わってしまうんでしょうか、はい、これはちょっとよく分かりませんが、なんで満を持してですね、この車を、紹介させてもらえればと思います、はい、前回というかその第1弾の動画がありましたよね、エンジン特集と、はい、で第2弾の動画が多分もう特にね上がってると思うんですけれども、はい、マフラーサウンド特集と、はい、でその次に、じゃあその紹介させてもらった中の S1 エンジン F スポーツ仕様の、R34GTR の紹介をさせていただいて、でこの動画を最後に紹介させてもらうっていう形になるので、はい、実際この動画が上がってるのは多分今日がだからさっき言ったようにさ10月16だけどさ、はい、多分11月入ってからだもんね。そうですね、だからまあどうなんだろうね、そこまで残ってるのかなみたいなそんな感じはあるんですけれども、はい、やっていきましょうという感じです、はい、で、ざっくり内容をお話しすると、この車後期型のヘッドライト、後期型の N1 ダクトとか入ってますが、車は前期型です、はい、1995年式、平成でいうと7年式の前期の、33GTR ですね、はい、でグレードは標準グレードで、エンジンは、フルオーバーホール済みと、でミッション新品の世界済みと、はい、っていう形の、そこら辺ばっちりお金がかかった1台という形で、パッとこう見ていただくと結構ねこれね分かる人は分かる、はい、めちゃめちゃ価値のあるパーツが、ついておりますと、はい、いう感じなのですが、果たしてどうなんでしょうと、はい、そしてあとはそこにあるこの資料ですね。この資料ちょっと車の中じゃなくて外にいてますけど、これ別に USS で買ったからこのUSS で買ったわけじゃなくて、ただこの入れ物に入れてあるだけなんですけれども、はい、さあこの分厚いこの資料が何を意味するのかっていうね、いっぱい入ってるでしょ、はい、すごいよね。すごいっていうのを、ちょっと紹介させてもらえればと思いますので、33GTR、検討している方、あとはまあ持ってる方なんかも多分参考になると思うんですよね、はい、いよいよ俺のもエンジンオーバーホールしようかなとか思った時に、どんぐらい費用かかるんだろう、どこをどうやるんだろうとかっていうのを、ちょっとポイントに、お話しできればと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。じゃあよし君やっていきましょう、はい、じゃあ早速ですね、車の内容をもう一回改めて言うと、1995年式、平成でいうと7年式のスカイライン GTR ですね、はい、型式は BCNR33CDR だけ BC の C が入るという NR33 の、GTR でグレードは標準グレード V スペックじゃなくて標準グレードになってます。走行距離はですね、なんとびっくり、この車は25万キロ、すごい走るでしょ。相当走ってますね。そうなんですよ、はい、で、車検が今年の12月という感じで、パッと見てもらうと、GTR あんまり詳しくない方とかだと、はい、多分このヘッドライト
だけを見て、あ、後期型じゃんみたいな話になるんですけれども、はい、ちょっとお車詳しい方とかだと、あ、これはヘッドライトを入れているだけだねみたいな感じが、すぐ分かるんじゃないかなと思っていて、はい、まあ、このフロントリップなんかはフロントのエアロですね、これなんかは、まあ、前期型のニスモのスポイラーになっていて、はい、これはね実はね後で説明しますけど価値があるんですねっていう感じの車になっていて、この車なんで、前期型に、後期型のヘッドライトと、N1 ダクト、まあ、そこら辺入れてちょっと後期ルックにしてると、はい、まあ、そういう感じの仕様になっておりますと。であとはエンジンに関しては一番初めに言ったようにですね、この車のなんといっても一番注目なポイントはエンジンフルオーバーホール済みですから、めちゃめちゃお金かかってると、はい、金額だけ先に言っちゃうと450万かかってると。やばいやばいやばいよねやばいよね。そうなんですよ。よ。でエンジンフルオーバーホールして、はい、で、ミッションも新品に乗せ替えて、はい、で足回りも、シャシリフレッシュっていうのを全部やってあって、まあ、これ YouTube 見てる方はGTR 乗りの方なんかは大体知ってると思うんですけど、目黒メンテナンスなんですね、はい、目黒メンテナンスサービスさんでやられたというような感じのお車でございます、はい、で目黒メンテナンスさんでずっと整備とかもされてるので、車のコンディションはね当たり前ですけど走行距離関係なく、めちゃめちゃ調子いいので、まあ、そこら辺ちょっと説明させてもらえればと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあですね、まずはエンジンの中身、まあ、皆さん行きたいところなんですが、はい、まあ、いつも通りの流れでいきますから、外装からいきましょう。はい、外装はじゃあフロント周りからいくと、はい、まあ、一番初め説明したようにですね、まあ、後期型のヘッドライトレンズが入っているんですが、はい、まあ、多分やっぱり25万キロも走ってるお車ですから、はい、それなりに痛みが出たんでしょう。これワイズスクエアさんのねヘッドライトのキットによって変わってて、まあ綺麗になってますね。はい、まあそれでもやっぱりちょっとここら辺クリアのハゲが出だしてるかなみたいなところはあります。で、N1 ダクトが入って、ボンネットのスポイラーもついて、はい、でですね、このフロントアンダースポイラーですね。はい、これ結構注目なポイントです。だと僕は思ってます。後期型のリップスポイラーは昔うちでミッドナイトパープルの1台あったやつが、はい、後期型のリップスポイラーついてるんですけど、はい、それとここまでぐらいしかないんですよ。ピョンってこう張り出してるだけみたいな、はい、ただのスポイラーみたいな。でもこれに関しては下もねこうね、ここから見ると分かるかな、こうアンダーカバーでこう下がほらこうねディフューザーみたいになってるでしょ。あ、はい、そうそうそう、この下もそうなんだけどさ、そうディフューザーみたいになってて、はい、これだから今市場価格でいうと1億円オーバーの 400Rっていうのが33にはあるんですね。はい、だそれと同じ形のスポイラーになってますから。でこれもちろん今新品じゃ買えないので、まあ、めちゃめちゃ貴重じゃないかなと思ってます。はい、あとはまあこのねインタークーラーダクト、まあ、これもカーボン製のやつちょっと色剥げちゃってるんだけど、まあ、これもやっぱり絶版パーツなんで、はい、まあ、これはこれで価値があるんじゃないかなと思いますけどね。はい、という感じです。で今度サイド回っていただくと、まあ、ブレーキはノーマルでキャリパーがディクセルのスリットローターかなが入ってて、で車庫調は HKS の、これまでハイパーマックス4の GT ですね。前回紹介したシルバーのやつも SP じゃなくて GT でしたけれども、はい、これも GT の方が入ってます。ラバーマウントっていうんですか、柔らかいマウントになっているので、乗り心地もかなり良くて、街乗りも、すごく快適に乗れる車庫調という感じですね。はい、でアルミホイルは LMGT4 入ってるんですけど、ごめんなさい、これね取り外します。あ、これ外す。はい、もう先に言っちゃいましょう。走行距離の割にエンジンオーバーホールしてあるじゃないですか。はい、お金すごいかかってるじゃないですか。かかってます。なんで買い取りの値段めちゃ高かったんですよ。まあ買い取りの値段具体的には言わないですけど、はい、めちゃ高かったんですよ。なのでちょっとねここら辺の高価なパーツは、はい、これはねあれに買います。 T37。 でも T37 もまあちゃんとしたホイールなんでいいんじゃないかなと思います。でしかもこのホイールも黄ばみも出てるし、ここら辺に全部ね4種ともね全部ガリ傷あるんですよ。だからこれちょっと一回剥がして、はい、タイヤも剥がしてで全部リペアしてきれいにしようと思ってて、なんで、これはね T37 に変わる予定という感じでございます。で後ろ行くと、まあ、あとはオプションでついてるのは、まあ、ここら辺のねニスモのカバーであったりとか、はい、あとはこれ純正オプションのね、アンダーカバーなんかがついてたりとか、してるという感じでございます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じですね。でですね、やっぱりボディに関しては、ところどころその補修はかけてるのよ。前のお客さんがその色あせだったりとかで、はい、補修はかけてるんだけど、例えばやっぱりこういうところドアのモール、はい、こういうところなんかはやっぱりどうしても走行距離を感じさせるよねっていうところだったりとか、はい、まあ例えばこういうところのね色あせっていうんですかねがあったりとか、まあリアンガラスモールもでも結構これパリッパリだからね、そうっていうのがあったりとかしますし、はい、まあこっち側回ってもらうと、まあこういうところの傷とかね
なこういう細かいのはまあちょこちょこ全体的にはありますと、はい、っていう感じだから、結構遠目で見ればまあ綺麗なんだけど、まあ、よく見ていくと、まあ、こういうとこかなとかサビとかこう出そうだよねとかっていうのがあるので、まあ、ボディに関してはやっぱり25万キロの車かなという感じなんですけど、でもねやっぱ25万キロ走っててもこの綺麗さですから。普通の25万キロだったら結構ボロボロです。もうもっとボロボロだと思うね。うん、なんでやっぱり大事に乗られてたんだなっていうのは分かりますし、やっぱね大事に乗ってないと25万キロ走れないよさすがにっていうのがあります。もう本当に愛が込められてるなっていうのを感じる1台でございますね。であとはブレーキがニスモのステンメッシュのブレーキホースが入ってたりとか、はい、あとは LSD がニスモの、GTLSD かな、でこれもオーバーホールされてるのか、ちょっと資料がねたくさんあるんで、はい、どんどん行きましょうか。じゃあ今度は中行きます。中はこんな感じになってまして、じゃあちょっとエンジンかけますね。現在の走行距離25万3164キロ、時速でございます。すごいね、走ったねこの子。なかなか見ないです。なかなかよ、なかなかですよ。でもまあその割にはって言ったらあれですけど、はい、比較的やっぱ内装綺麗に使ってたのかなっていうのがあるし、はい、まあこういうパネルなんかもね、これちゃんとしたパネルなんだよね、カーボンのね、ちゃんとカーボンのパネルなんですよってなってたりとかで、メーターはオリジナルのメーターで実走行で、はい、であとは追加メーターでデフィの4連ですね。これが、オイルの温度、水温、これがブーストですね。でこっちがオイルプレスかな、油圧ですね、はい、ってなってて、であとはここは、ニスモの3連メーター、これサブメーターはニスモ製に変わってますね。なのでメモリが細かくなっていう感じでございますと。エアコンもバッチリ効きますよと。結構冷たい風が普通に出てくると。あと変わってるのはまあハンドルが変わってるのと、ブーストコントローラーがまあついてるのと、セキュリティちょっと後で説明しますが、マフラーもちょっと後で説明しようかな。でシートに関しても実はねこれ別の車のシート、別のシートついてたんですけど、はい、ノーマルに戻しましたという感じです。はい、別のシートちょっと破れが出てたんで、それもうちで修正しようかなと思っております。はい、あとはドゥーラックの、センターのこのなんていうんですか、リアバーって言ったらいいですかね、はい、まあ、バーが入ってるという感じで、まあ、ボディの補強をしてあげてるという感じですね。はい、でちなみにあとは 33GTR、34GTR もそうですね、筋金くんだったかな、ここら辺にも補強のフレームが入ってるので、はい、ボディ補強も、まあ、一応やってあるという感じでございます。内装もでも綺麗でしょ。全然清潔感あるって、ね、全く25万キロには見えない。見えないね。はい、はい、という感じです。でこれあえてちょっとここに置いといたんですけど、お客様ですね、乗られるたびに、はい、もう表があって、いつ何やった何キロでやったっていうのをこうタクシーの運転手みたいな感じでね、すごいタクシーの乗務員さんみたいにこう書いてあるんですよ。毎回やってるんです。毎回やってる。毎回一応まだあるよ。ほらすごいですね。すごいでしょ。これねがっちりサポート取り付け、これがさっき言った、フェンダーの中に入れるやつですね。はい、リアガラスモールも一回交換してるんですね。こんなことしたことありますか？全くないです。全くないよ。もう忘れてます。そう忘れるんですよ。でもねやっぱこういうの残ってると、じゃあ次整備工場に持ってった時に、はい、まあ、整備工場の人も前回こういうことやってるからじゃあ今回ここかなとかさ、はい、要は間違ってまた同じところを変えちゃっても意味ないじゃん。確かに、っていうのがあるから、まあ、そういうのの防止にもなるんで、こういうメモはとても大事だと思いますし、まあ記録簿とかもねもちろんちゃんと取ってやった方がいいかなと思います。ではですね、はい、お待ちかねエンジンルームいきますか。はい、はい、エンジンルームは、まあ、前回も、はい、ちょっと動画でご紹介はしましたけれども、あえてちょっともう一回細かくちょっとご説明をさせてもらえればと思います。はい、じゃん、こんな感じですね。でエンジンルーム、この色なんだか分かりますか？いつもと違いますよね。ゴールド。ゴールド、はい、なんだか分かりますか？何をイメージしてるか分かりますか？金攫閣寺ちょっと分かんない全然そういうことじゃないですよ。なんだよ金閣寺、マジ5、6人入れるからちゃんと編集してカットしないと。これはですね、実際は違うよ、実際は違うんだけれども、ニュル、はい、ニュルっていうのが、はい、R34 の GTR には、最後の特別グレードであったんですね。はい、V スペック2ニュルとか、はい、M スペックニュルとか、なんか聞いたことありますよね。あります。そのエンジンはですね、まあ、このニュルカラーっていうので、はい、まあこういう金、まあ、緑っぽい金って言ったらいいですか、のカラーになってるんですけれども、まあ、この車のエンジンヘッドカバーは、まあ、そうやって塗ってあるという感じですけれども、はい、エンジンルームの中身を話すと、まずですね、このエンジン、さっきオーバーホール済みって言ったじゃないですか。はい、エンジンには腰上、シリンダーブロック側と腰下
クランクシャフト側っていうのがありまして、はい、これ両方とも全部フルオーバーホールしてあるという感じでございます。で、クランクシャフト部分に関しては、一回ちゃんと外して清掃もしてでバランス取りっていうのをやるんだけどね、はい、バランスをちゃんと6本の6気筒ちゃんと合うようにバランスを合わせるのかな、そこら辺は多分職人さんの仕事だから俺はもう知らない別次元の領域になってると思うんですけれども、はい、そういったところをちゃんとやってあって、で腰上のシリンダーブロックに関してはですね、3年前にこれオーバーホールしてるんだけど、はい、3年前にオーバーホールしてるタイミングではまだシリンダーブロックが出てたので、はい、シリンダーブロック新品を入れてあります。なんでここが重要かというと、今シリンダーブロックないんですよ、売ってない。だからエンジン壊れたら終了なんです、ゲームオーバーなんですよ。で中古のシリンダーブロック、大体割れてるから、シリンダーブロックはね、こう6個あるじゃないですか、気筒がね、はい、6個あって、こうシリンダーがダカ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 やりますよね、はい、でここで傷がつくっていうのはもちろんあるんですよ。僕の 32GTR もやっぱここ2番の傷がついてたんで、はい、じゃあこれをボーリングして大きいサイズのシリンダー入れようかなっていうふうに思ったんですけれども、はい、いざオイルストーとかこうガスケットが全部バーってめくると、このねシリンダーブロックのサイドのところに水とオイルが通る穴があるんですけれども、はい、そこがねやっぱねクラック入るんだよね。でそこがクラック入ると、そこから水と油が融合しちゃったりとか、はい、水が漏れちゃったり油が漏れちゃったりとかっていうのがあったりします。あとはこの下にも、1箇所ね水漏れする場所があるんですよ、はい、だからやっぱりね、大体っていうとちょっと言い方語弊があるかもしれないけど、結構な確率でそこにひびが入ってるのがあるので、はい、中古のシリンダーブロックはあんまり使うもんじゃないよね普通はっていう感じ。あ、そうなんですね。そう、てか大体市場に出回ってんのって結局使えなくなったそういったシリンダーブロックだと思うので、はい、だから結局さ、それが壊れてるから変えるっつって結局変えたシリンダーブロック面検なりボーリングなりなんなりしたって結局割れてたらさ、またそこで費用意味ないわけじゃない、はい、っていうのがあるので、すごいねシリンダーブロック大事で、今本当に壊れると本当にゲームオーバーなんで、大事にしないといけないんですけれども、はい、この車はそのさっき言ったようにシリンダーブロックがまだ売ってるタイミングで新品入れてあるので、しかもそれをちゃんとクリアランス取ったりとか、はい、でナスプレックさんのハイレスポンスキットとかちゃんとやって、ピストンとかもちゃんとこう組み上げて組んであるので、はい、そこら辺はもうバッチリと。で部品はね何を使ってどうなってたかっていうのは後でご説明しますので、はい、一旦はこれぐらいの説明にしておきましょう。何にしてもこの腰下腰上全部オーバーホールしてる。でしかも組む時に前回の動画でも言いましたけれども、耐久性上げるように紙ガスケットとかペラペラのガスケットではなくメタル製のガスケットで強化してあるので、はい、出力に対しても耐えられるという感じになってます。で目黒さんでやる時は、ここ塗ってもらうのが多分デフォルトになってるのかな、はい、であとねこのねインテークとコレクタータンク、これをねバフ書きしてきれいにしてくれるんだって。いつもはさここがさ塗装になってたりとかさ、その塗装が剥げて黒くなってたりとかさ、なんか汚くなってるのが多いわけじゃん。なんですけどこれはもうバフ書きピカピカツルツルになってて、もうちょっと磨いたらもっと綺麗になるんじゃないみたいな、そんな感じなんですよ。はい、OK ですか？はい、であとは、ストロット周りも目黒さんでオーバーホールした時にここを綺麗にしてくれてたんですっていう話で、比較的走行距離の割にはめちゃめちゃ綺麗かなと思ってます。ちょっとここね錆出だしちゃってるところはあるけどね、はい、でも全然まだいいんじゃないかなっていう感じでございます。こっち側もそうだね。だからこれここだけ綺麗だから、はい、あれこれここだけ変えたんですかって言ったら、いや全然そういうわけじゃないんですけどみたいな、なんか綺麗にしてくれたんですみたいなお話のされ方をしてましたので、でスポット溶接もちゃんと出てるから、多分これ普通に磨きで落としたんだろうなっていう感じ。ほらここわかる、はい、ここは多分色あせとかさ経年劣化の部分でしょ。でこっちを多分磨いて、とにかくひたすら磨きまくってここ綺麗にしたみたいな、そんな感じなのかなと思うんですけれども、はい、なんかこういうところはなんか職人さんの仕事を感じますよね。はい、はい、であとはですね、制御に関して言うと、エアクリーナーフィルター何入ってたかな、なんかのフィルタースポーツフィルター入ってると思うんですけど、はい、いきなり雑談ででここに関しては、HPI のアダプターつけて3号のエアフローメーターにしてますね。はい、R35GTR と同じエアフローメーターにしてて、で制御をもっと細かく、昔の33の GTR のエアフローメーターじゃなくて現行の3号と同じ細かい信号で、制御ができるようにエアフローメーターを3号に変えてるという感じになっておりますと。であとはインタークーラーは純正かな、インタークーラーは純正っぽいね。あとはオイルクーラーが入ってて HKS かな。であとは燃料はサドですね。サドのインジェクター、550cc12 ホールかな、はい、のインジェクターが入っているという感じでして、でここもね見てもらうとね、スロットルのこれもねオーバーホールするときに全部やり直すんですよね。はい、だから綺麗になってるでしょ。ちょっと青くて、ここは普通の車見るとここもうサビサビになってるんですよ。サビサビになってて動きが悪くなったりとかしてるんですけど、はい、ここを外した時全部ばらしてオーバーホールしてあるんで、スロットルのここもめちゃめちゃ綺麗という感じですね。はい、一応こんな感じで
ございます、はい、あとラジエーターも変えてるんだったかなだねっていう感じですかね。ごめん漢字のこと言い忘れた。タービン、はい、タービンはですね HKS の GTSS が入ってます。毎度お話ししているように GTSS HKS 製の車外タービンの中では比較的小さいタービンで耐久力が強いタービンになっているので、はい、純正のレスポンスとそんなに変わらなく、でも出力はたくさん出せるという感じになってます、はい。前回もお話ししましたけれども、タービンはね、ただ大きいタービン入れても初動が悪くなりますから、ちっちゃいタービンでよく回る、でもちゃんと耐久力があるという仕様のタービンを入れてある。であとはカムシャフト、この車は透明のポンカム R、ポン付けできるカムシャフトっていうことで、ポンカムっていう名前なんですけれども、はい、ポンカムのカムシャフトが入っている。エンジンの仕様としてはだいたいこんな感じで、ブーストは1キロぐらいでだいたい400馬力ぐらいが、スタンダードなところ、一番乗りやすく、下からも普通にパワー出るし、で街乗りでもストレスないし、はい、でもちゃんと踏めば400馬力あればぶっちゃけ十分だから。そうですよね、相当速いと思うよ。なので、そういった街乗り下でも上でも、乗りやすい仕様になっていると、一応そういう感じの車になってます。エンジンの錆はね、そこの部分があるのと、で修復歴に関してはね、これちょっとちゃんともうちょっと見てなんだけど、はい、これだけだとね修復歴にはならないんだけど、一応ねここのコアサポートは1回ぶつかってるんだよね。だ前多分こっち側軽くぶつけてるのかな。このヘッドライトステーとかも割れてるからね。はい、っていうのがありますけれども、ちょっとホームページ上がるときにはちゃんと分かるようにしておくので、はい、見てください。いずれにしても大きく足回りとかには入ってないんで、はい、全然大したあれじゃないのかなと思います。何せ25万キロですから、1回も事故らない方が無理ですよ。そうですそんだけ走ってればっていうところですから、はい、OK ですか。はい、はい、じゃあ続きまして下回りいきますか。あとトランクルームいきますか。はい、そうトランクルームもちょっと説明しなきゃいけないかな。これよっ、はい、トランクルーム、はい、見ていただくとなんかちょっと汚いでしょ。端っことかさ、わかります？汚れじゃなさそう。いや汚れがなさそう。なんだと思いますか。こっちも剥がれてる。なるほど。これね逆なんですよ。ここ三々で雨漏りするところなんだけど、はい、これをねシーラーって言ったらいいですかね、はい、でなんとか処理しようとして止めておりますと。なんか塗ってるってことですか。そう上からね。本当はもっとこんなベタベタじゃなくてもっと綺麗なんだけれども、はい、三々ででもこれ乗ってる方分かってたら教えてほしいかな。ここら辺からねなんかね雨漏れするんだって。よくトランク水たまるのよ。で確かに溜まってる車ちょこちょこ見るんだけど、はい、もうこれやっとけば大丈夫なのかなっていう気はしなくもないんだけどね。だからここもさ多分雨漏れの残りでさカビっぽくなっちゃってる。サビというかカビというかみたいな、はい、で果たして今はどうなのかというと、よいしょ、こんな感じですね。ギリギリでもサビサビではでもサビサビでは全然ないね。汚れてはいるけど。そうですね。全然いいんじゃないですかね。ダメな車は多分水溜まっちゃって、で水溜まってそのまんまにしてそのまま錆びて、でそのまま錆びたまんまにして、下に穴が開くみたいな、はい、そんな感じだとは思うんですけれども、多少こう処理はところどころしてあるしね。こういうところとかも下から入らないようなのかな。そうですねっていう感じですね、はい、こんな感じでございました。何せ通勤で使われてた車なので、はい、雨でも何でも普通に乗られてたっていうことですから、はい、という感じです。じゃあ今度下回りいきましょう、はい、下回りに関してはこんな感じです。どうですか。なんかトランクとかの割には綺麗に見えません？思ったより綺麗っぽいですね。そうなんですよ、はい、綺麗ですよね、はい、そうなんですよ。実はですね下回り綺麗なんですよ、はい、でこれなんでかっていうと何度も言いますけれども、オーバーホールの時に、さっき言ったエンジンの部分に注目しがちなんですけれども、はい、足回りに関しても、はい、シャーシリフレッシュっていうのを一緒にやってもらってるんですよ、はい、だからエンジンオーバーホールだけで450万いってるわけじゃなくて、エンジンと足回り全部含めて451万。足回りも入ってたんです。そう、はい、で、足回り全バラにして、で変えるところは変えて、はい、サビを落とすところは落として、でアンダーコードするところはしてあるので、実はね下回りはこの車結構綺麗なんですよ。だからどっちかっていうとこの上っ面のボディの部分だけなんとかしてあげれば、はい、結構俺的にはいいよって。なんなら自分の好きな色に塗り替えちゃってモールとか変えて綺麗にしちゃえば、はい、相当完璧な1台が出来上がるんじゃないかなっていうふうには思ってます、はい、OK ですか、はい、で横からもちょっと見てみましょうか。じゃあジャッキポイントは確かちょっとへこんでたんだっけな。でもそんなででもここら辺とかちょっともうかけちゃって
なくなっちゃってるところとかね、はい、あったり、こっち側どうですか？こっち側も多少ちょっとめくれたりとかですか？あったりしますね。はい、こうねっていうのがありますと。でもまあ本体フレームはそんなでもないしね。こういうところの錆とかさ、もうダメになるとズタズタになって手で触るとボロボロ落ちてきちゃうような感じなんですけれども、こういうのはもう全部綺麗な感じですよね。はい、はい、向こう側も回っていきましょうか。はい、赤く見るよ。こっちはへっこんでますね。あれまあこんぐらいだったらって感じかな。でこれ多分だから吹いてんだよね、色を。アンダーコート、はい、そう見える、わかる？ここら辺の錆止めのアンダーコートをきれいに吹いてあるので、っていう感じですかね。で、マフラーは先に見えちゃうから、これ指さしてるところ、はい、これがフロントパイプね。これはトラストの非頭頂のフロントパイプ。ステンレスの割には色がすごいね。で、触媒は純正だね。で、リアマフラーが俺の34と同じマインズサイレンス VX プロチタン3マフラーが入ってますね。すごく高価なマフラーですね。で、ここがめくれがちょっと出てると、こんな感じですね。はい、これぐらいだったらいいでしょうという感じです。という感じなんですよ。だからさっき言ったように上っ面のボディに関しては、はい、ぶっちゃけ言って場面で直してるだけなので、はい、若干のやれだったり傷だったりとか残ってます、はい、でミッション新品だからさ、323の GTR はミッションこれ新品で買ってもね、この当時で17万8万ぐらいなの。450万もオーバーホールかかるって考えたらさ、はい、17、8万でミッション新品になるんだったらさ、誰でもみんなそっち入れるよね。絶対やりますよね。そうどうせ下ろすからね、はい、そうでオーバーホールした方が下手したらちょっと高くついちゃうとかっていうのもあるので、はい、もうサクッと変えちゃった方が早いみたいな、そんな感じなんですけど、エンジンオーバーホール済み、ミッション新品なので、はい、で下回りはリフレッシュ済み、足回りもリフレッシュ済みですから、はい、上っ面のさっき何度も言うようにボディだけちょっとやってあげれば内装も綺麗だからさ、もう完璧じゃんみたいな、そんな車なんですよ。 OK ですか？はい、はい、じゃあ次はですね、マフラーサウンド、はい、いきますかね。はい、はい、じゃあエンジンかけますよ。はい、ちょっと前ずらすね。はい、いきますよ。はい、なんか静かになりました。めっちゃ静かになりましたすごいでしょこれ。レンジバルブがついてて、はい、ボタン一つで静かになるんですよ。いやだいぶ違いますよ。そう。じゃあ本番いきます。はい、こんな感じなんですよ。これでもフロントパイプさっき言ったトラス入ってたけど、はい、触媒が純正なんですよね。はい、だから本当は触媒をね、スポーツ触媒もっと抜けいいやつに変えたら、多分もっと吹けいいと思うんだけどね、うん、お客様これ乗られてたお客様は、はい、集合住宅だったので、はい、マインズのこのマフラーサイレンス VX サイレンスってつくぐらいだから、これめちゃめちゃ静かな方なんですよ。なんだけどそれでもさらにもっと静かにしたかったので、はい、ここのボタンですね、これ目黒メンテナンスさんで付けられたらしいんですけど、ポチって A を押すとほら静かになった。めっちゃ静かですね。めっちゃ静かでしょ。そりゃそうだよね、蓋してるからで B を押すと開くと。なるほどっていう感じなんですよ。でそれがどこについてるかっていうと、これ確かね R ズミーティングの時も出てたんだよね。多分ヨッシーも見たと思うんだけどさ、はい、ここにバルブが入ってるんですよ。ここ、はい、これ、はい、ここに入れてあるんですよね。結構これもね結構お金かかるらしいです。高いですね。高い、はい、このマフラーだけでそもそも27、8万するからさ、はい、リアマフラーだけだからね。それでさらにそれもつけちゃうと、さらにそれもつけてなんで、このシステムだけで多分40万ぐらいかかってると思いますすごい高いでしょっていう感じなんですね。はい、はい。
ッシー君、はい。一旦ここまでで取れ高バッチリですか？ああ、最後これもいこうかな。あ、まあこれはクリフォード、はい。セキュリティ入ってます。かけてあげれば、まあ、かかるという感じなんですけど、はい。まあセキュリティっていろんな種類もありながら、はい。どこでつけるかっていうのも結構重要で、はい。セキュリティ入れようかなと思ってちゃんと調べた人は多分たどり着くのがミラージュさんというところなんですよね。はい。ミラージュさんでこれセキュリティつけられてるので、はい。相当強度なセキュリティになってるという感じです。中身は一応僕お客さんからある程度内容を聞いてて、はい、で説明書もちゃんとついてるので、はい、次のお客様、これ買ってもらう次のお客さんにはちゃんと説明できるんですけれども、はい、もちろんこの場でねセキュリティだからさ、はい、こんなところで公開するわけにはいかないんですけれども、はい、相当強度なセキュリティがついてて、まあまあちょっと作業しただけじゃとてもじゃないけど盗めないよねっていう仕様になるという感じでございます。はい、まあちなみに物は試しに今かかってる状態で、はい、はい、ちょっとした振動でねなりますね。そのレベルで反応しちゃう。はい。でドアこのかかってる状態で開けるとこんな感じですね。こんな感じです。はい。はい。っていう感じなので、だいぶ頑丈なセキュリティが入ってる。でこれ解除しようと思ってもまあなかなか難しいんじゃないかなとお客様もおっしゃってました。はい。OK ですか？はい。はい。じゃあ一旦よしここまでで、はい。でさっき言った分厚い資料がありますよね。はい。でせっかく25万キロの車ですから、はい、まだやっぱり見てる方はいや本当に大丈夫なのかいと言うても、はい、大丈夫なのかいっていうのがあると思うので、はい、どうせだったら試乗しようかな。あ、走ってみますか。うん、はい、だからこれ第2弾に2つに動画分けて、はい、試乗しましょう。せっかくですから、はい、もううちの名義に変わってるんで。まあ正確に言うとこれうちの名義じゃなくてこれ一旦僕の名義になっちゃってるんで、ね、ナンバーの関係でね僕の名義に変わってるんでっていうのと、あとはさっきの分厚い資料あれをちょっと見て、終わりましょうと。何を変えてるかっていうパーツ一覧を、お見せさせてもらうので、はい、それはこの車を買うにあたってものすごい参考になると思いますし、はい、まあ別に買わなくても普段その GTR を持ってる人がオーバーホールしたいなって思った時にそれを見てこんなにかかるのって思うのか、こんぐらいかって思うのか、なるほどこれを変えればいいのねって思うのか、まあ、それはまた一つの資料にはなると思うので、はい、作っていければと思います。 OK ですか？はい、はい、じゃあ今日は一旦ここまでで、はい、次回お楽しみによろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。果たして25万キロ走った GTR どんな感じなんでしょう。試乗の動画ですね。ちょうど年だから1万キロぐらい乗ってたんでね、だから逆に調子はいいよね。いつ何をどこでやったか全部チェックされてるんですね。オーバーホールが終わったと。エンジンオーバーホール451万円と